今日はですね、この楽しみにしていたものをちょっと開封していきたいと思います。最近なんかカメラのことばっか話してましたが、カメラじゃないです。さあ何でしょうか。ぴったりに入ってんな。どうやって出そう。ズン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 。じゃーん。はい、ということで、これはフェローのオードっていうブリューグラインダー、コーヒー豆をひく機械ですね。で、私フェローはすでにもうここ何年ぐらいだろう、2年ぐらいかな。ドリップ専用のに作られた、電気ポットを使ってるんですけど、そのフェローが出してるブリューグラインダーです。これね、ジェン2らしい。だからバージョン2、新しく発売されるやつです。今回は海外製品中心なんですけど、素敵なコーヒーギアをいろいろ扱っているウェブストアのキグさんから送っていただいちゃいました。いやー、電動グラインダー結構気になってたんですけど、なかなか家に置きたくなるデザインのものがなくて、でかつ結構音がうるさいっていう話をよく聞いてたので、手を出せずにいたんですが、この機会にちょっと試してみたいなと思ってます。めっちゃ楽しみにしていた。では開けていきます。このデザインもさすがって感じの可愛さ。プロレベルの品質をお家で、プアオーバーからコールドブリューまで。ということで、これはね、どうやらドリップコーヒー専用らしい。だからエスプレッソ引きとかはできないみたいですね。じゃん。まずスタートガイドが入ってました。さて本体はどのぐらいのサイズ感なのか。じゃーん。あ、思ってたより小さいかも。よいしょ。重い。これかなり重い。ちょっと私で持ち上げるのがギリギリぐらいの重さですね。よいしょ。よいしょ。こんな感じ。ちなみにカラーは黒もあるみたいです。初電動ミルグラインダー。こんな可愛い感じのお手入れ用ブラシもついてました。でですよ。ちょっと人生で初めての電動グラインダー。ちゃんと説明書を読もう。オードブリューグラインダーについて知る。なんかとにかく静音設計なのが、特徴みたいですね。早速弾いてみましょう。ということで、クイックスタートガイド。じゃあまず豆を測りますか。今日の豆はアイオライトコーヒーロースターズさんのホンジュラスです。よいしょ。よし。はい、そして
ここに豆を入れました。で、この正面にあるのがコーヒーの引きの細かさを調整するダイヤルらしくて、1が一番細かい引きで、11が一番粗挽き。こんな感じで設定するのが良いみたいなので、ポアオーバー、4から6なので、粗めより、5ぐらいにしとこうかな。じゃあ5ぐらいで今回はやってみます。このさっき豆を計量に使ったカップに蓋をして、この下に入れます。なんか磁石でカチョってちょうどいい場所に導かれるようになってます。ここが電源ボタン。いくよ。ちなみに、グラインダーは電源ボタンを押すと豆を引き始めて、終了すると数秒後に自動で止まるみたいです。いくぜ。こう。怖いな、なんか。以上。で、このキャッチと言われる入れ物を取り出す前に、金属製グラインドノッカーを叩いてシュート内に残っている粉砕された豆を取り出す。これがなんか押さえるようになってる。こんな感じで、グラインダーの下からこれを取り出しますと。で、ひいた豆はこんな感じ。いや、ちょっとびっくりするぐらいやっぱ手でひいた時と違いますね。いや、めちゃくちゃ粒が揃っててすごい。全然違う。こんなに違うんだ。ちょっと感激。ただちょっと細かく引きすぎた感はあるので、次からダイヤル6ぐらいにしてみようかな。この注ぎ口がむちゃくちゃよくできている。めっちゃ粉がこぼれなくてすごい使いやすいです。やっぱちょっと細かく引きすぎてお湯が落ちきらないっすね。はい、というわけで一度使ってみて思ったことなんですけど、なんかこういうところに全く粉が飛ばない。これ今コーヒーひかれた粉が出てくる場所を下から映してるんですけど、ここもね、ちょっとだけ粉ついてるけど、ほとんどコーヒーの粉の付着がないんですよね。これどうやらこのオードブリューグラインダーのジェン2から静電気除去機能っていうのがついてるらしくて、こういう粉が散ったりしづらくなってるみたいです。せっかくのホワイトボディなので綺麗に使えるのはすごい嬉しいですね。で、さっきすごい均一に弾けて非常にびっくりしたんですけど、なんかどうやらこの部分に64ミリの刃があるらしい。だからなんだろう、このダイヤル直径大体7センチぐらいなので、この部分ほとんど刃みたいです。
ここに刃がある。でちょっと調べてみたんですけど、この電動グラインダーにはプロペラがこう回って引くブレードカッター、プロペラ式とコニカルカッターっていうやつと、あとフラットカッターっていうのがあるらしいんですよね。でこのオードはフラットカッタータイプ。フラットカッターはそもそもこういう電動ミルの上位機種に使われていることが多くて、均一にやっぱ早く引けるっていうのが特徴らしい。であと音の件なんですけど、他に我が家には電動グラインダーないので比較しようがないんですが、ちょっと Apple Watch でデシベルを測ってみようかなとちょっと思ってます。今豆を入れない状態で単純にモーターを回してみます。今豆を入れずにモーターだけ回してる状態。はい、じゃあ次は豆を入れてやってみます。じゃあいきます。オン。もうだいたい70デシベル台でしたね。はい。で、計測結果でしたが、だいたい70台ぐらい、70デシベル台ぐらいでコーヒー豆引けちゃうってことでした。ネットで調べて出てくるレビュー記事とかで見ている限り、他のコーヒーミルはだいたい80デシベル台のやつが多かったので、このフェローのオードかなり静かって言ってしまっていいのではないでしょうか。ぜひお家にコーヒーグラインダーがある方は、この Apple Watch のノイズ機能で測ってみてください。ちょっとね、計測環境が全く同じじゃないと思うので、正確に比較できているとは言えないとは思いつつ。で、ここの蓋になんかこんなんついてて、引き目の目安、このダイヤルの設定の目安なんですけど、なんかこういうのがすぐ確認できるところについてるのも非常に UX が考えられてる感じで好感度高し、なんか日常的なお掃除は特にいらないみたいで、毎日もし使用する場合は3ヶ月に一度ぐらいカッターの部分ですよね、バリをクリーニングしてくださいって書いてあります。いや、なんかいい道具を手に入れてしまった気がする。ちょっと引き続き今後も使っていきたいと思います。せっかくなのでどのぐらい引き目が違うかをちょっと見てみたいかな。よいしょ。こっちがフェローのオードで引いたやつ。でもやっぱちょっとだいぶ引き目が細かい気がする。でこっちがこのずっと愛用してるタイムモアのミル。これも金属刃のやつなんですけど、ちょっとこっちの方が粗いかな。こんな違い。ちょっと引き目の粗さがだいぶ違ってしまっていて申し訳ないという感じはありつつも、でもやっぱり
こっちはかなり均一に引かれているのがわかるんじゃないかなと思います。こっちはちょっとこう、なんて言うんだろう。粒にやっぱりムラがありますよね。粒のサイズに。あとこれはもしかしたら引き目の粗さの違いかもしれないんですけど、なんかこのフェローのオードで引いたやつはなんかね、ふわふわ空気を含んでる感じがあって、なんかすごいふわふわ感があります。他の電動ミル使ったことないので、なかなかあれですが、もうやっぱこんなにハンドミルと違うんだなっていう驚きはありました。はい、フェローのオード、これ5月の26日とかに発売されるみたいなので、そしてなんかキグさんは他にもフェローのプロダクトをおまけで送ってくださったみたいで、これあれだ。じゃん、これ。マグですね。カータームーブマグ。ちょうど最近、外に出る機会がめちゃくちゃ増えたので、持ち歩けるマグ欲しいなって思ってたので、めっちゃありがたい。白。で、もう一個は、これあれですね。バキュームキャニスター。でん。これここの中の空気が抜けて、コーヒーの豆のフレッシュさを保てるコンテナっていうのかな。キャニスター。もう両方とも真っ白。本当にこう白を選んで気遣っておってくださるのが非常にありがたいです。ありがとうございます。使います。ちなみにこのマグはなんか中にこういうスプラッシュガードっていうらしいんですけど、まあなんか中に氷を入れて飲んだ時に突然飛び出してこないようにとか、まあお茶っ葉が飛び出してこないようについてるらしいんですけど、これがついてるから台湾茶とか入れて持ち歩くのにも非常に良さそう。これらの商品もまた改めて使ってみてお話しできればと思います。